一番最初に出会ったのは1970年ですかね。どうですか伝という映画が終わった後、完成の後ですかね。その年かな、黒澤さんが「馬の歌」っていうのを監修されてね、ドキュメンタリーですか、テレビの。それを手伝ったのが最初ですかね、黒澤さんと。その時は編集と仕上げだけでしたけどね。1986年の3月かな、ノミネートされていきましたよね、皆さんね。黒澤さんはじめ村木さんとかで、その後戻られてから夢をやろうかって具体的な話はすぐですね。でその年の6月7月には御殿場に行って、それで夢のシナリオをね書き始めたんですよね。黒沢さん御殿場の別荘にいる時によく夢の話をされるんですよね。朝起きてくるとこういう夢見たよとか、ああいう夢見たよ、それが非常に面白い話なんですよね。でそのうちにその夢について書いてみようかなっていうふうに黒沢さんが自然に思ったんじゃないですかね。でも夢の話って何をね手がかりにしていいか全然非常に個人的なものじゃないですか、夢ってこと自体は。一緒に入れること自体が嬉しいというか、黒沢さんのそばに入れること自体が、それとシナリオを読めるということとね。で忙しいんですよ。朝から食事をして9時から本を書き始めて、黒沢さんがねで4時ぐらいに終わって、その夕食の準備をしてという書いてみろとかおっしゃるんで、飛ぶというのね短いのをこう書いてみてもらったりはしましたけど、黒沢さんは全部自分の手で直さないとダメな人ですから、自分の中できちんとイメージをつかんで、だから僕が書いたものを受け取って頭からやっぱり自分でこうきちんと書き直します、全部。でその中にその黒沢さんの苦手な数学とかね、そういうのがスッと入ってくるんですよ。あ、これはやっぱり黒沢さんが自分のものとしてきちんと受け止めてくれてるんだなっていうことがあって、それは嬉しかったですよね。自分のものじゃなく黒沢さんのものになってるという本自体が。でもその当時黒沢さんが好きなので夏目漱石の「夢十夜」だったんですよね。そのタイトルは「こんな夢を見た」ってので始まるんですよ、一話一話が。だからそういうことかなというふうな思いはあって、これ資料を集めるも何にもしようがないんですよ、夢を書くって言われても。ですから柳田国男の「遠野物語」とかね、あとはユングの本とか CG ユングですか、夢についてそういうのをお渡ししたりしたんですけれども、それがどれだけ役に立ったか僕はちょっと分かりませんけども、ただ民話的な話でね「遠野物語」なんか狐の話があったり、そういうのがあるんで座敷わらしとか、そういうのは少し役に立ったかなとは思ってるんですけどね。お前は見たね。見てはいけないものを見た。そんな子はうちには入れられません。さっき狐が来て怒っていたよ。そしてこれを置いていった。夢に託した自分の遠い記憶というか思い出とか、そういうのが全て含まれてるんじゃないですかね。夢というよりも一番最初のなんか、特に少年がねの話なんかは担当を持って切腹するような話でしょ。あれ黒澤さんの自伝の中なんかにお父さんの話ですありますよね。魚を出した時にそれは俺を切腹させるのかっていうふうな話が出たりということが。だから黒澤さんご自身も子供の頃その切腹の作法とかそういうのを聞いたというふうにおっしゃってましたし、そういう自分の小さい時の思い出とかそういうのは色濃くその映画に反映されてるんじゃないですかね。特に2番目か桃畑、あれはお姉さんが3人いて、その一番下のお姉さん桃代さんっていうその人が非常に好きというか黒澤さんがねだったんですけども、その人が亡くなった時に鏡用に桃の林って書いてるんですよね。ですからそういう思い出がいっぱい詰まってるんじゃないですかね、話の中に。人間と自然っていうのはねその中で話してますけど、非常に大事というかことだということで黒澤さんの中で話されてますよね。ですから例えば狐でもあったり、例えば木であったりね、例えば石もそうだけれども、そういうものに日本人ってこの神が宿るというふうに考えてるじゃないですか。木にもしめ縄をやったりね、で最後でも石の上に花を置いたり、あれも要するに秋田の方で少年の頃に経験したこと
やっぱりそれは日本人の古い古想って古い中にこう生きているものなんじゃないですかね。それを大事にすることは自然を大事にするっていうことはその人にとって非常に大事なことだということですよね。黒沢さん9時に見えたらば9時に見えた時にリハーサルがピシッと始めて用意スタートができるようになってればいいんですけども、そのためにその準備をするということが一番大変でしょうね。来た時に何も整ってないっていうのはもう非常にね嫌なんで、黒沢さんが車でスーッと来て現場に入ってきたらば用意スタートっていう要するにリハーサルが始められる状況っていうのが一番いいわけですよね。でそれでいいねって言ってくれればそれは嬉しいしこれはダメだねって言った時は大変ですよやっぱりね。黒沢さんって非常にイメージの明確というかはっきりしてる人なんでね、絵コンテもできてるでしょうし、だからその黒沢さんが望むところをつかむのはやっぱりスタッフは大変だと思うんですよね、なかなか。だから黒沢さんが何を考えて何を準備してほしいのかっていうのを一生懸命考えることがスタッフの仕事でしょうし、で少しでも黒沢さんのイメージに近いものをなんとか衣装もね美術もそうでしょうし照明もそうでしょうし、そこの一点に向かって進んでるっていうことじゃないですかね。黒沢組と言われる人たちっていうのはその野上さんはじめ斉藤さんとかね村木さん、そういう人たちが本当に古くからやってるんで、その人たちがもう大体黒沢さんの呼吸を掴んでますから、そういう人たちから僕たちもこう教わりながらそれを継承するっていう形がじゃないですかね。昔の助監督の時から一緒の方ですからね、本田さんは。まあそばにいるだけで黒沢さん非常には安心されるというか一番信頼できる友人なんじゃないですかね。だからゴルフに行っててもね本田さんがお兄さんに間違われたって言って喜んでましたからね僕の方が弟に見られたんだとか言ってね。ただ演出的なことで本田さんがいろいろサジェッションするとかそういうことは非常に少ないと思いますね。トンネルとかね、これは軍隊の経験がある猪野さん頼むよってそういうとこは本田さんにお願いして訓練をしてもらったりってことはありますけれども。あれが非常に黒沢さんの中で印象に残ってる軍隊の足音が印象に残って、そういうシーンを撮ってみたいっていうのを前からおっしゃってたんで、八甲田とかそういう映画の中でそういうのがうまくいきてないとこがあってね、だからその軍隊の足音そういうことが非常に撮ってみたいって大きなものでした。戦争の話はないですね。ご自身で経験はされてないんで、それは本田さんの方の話ですね。本田さんは中国戦線でずっと行ってましたから、銃の持ち方から歩き方とか、それは本田さんの指導のもとに教えてもらいましたね。第三小隊ただいま帰りました。黒沢さん大体いつもそうですよね。できればワンシーンワンカットで撮りたい。トンネルもワンシーンワンカットにほとんど近いというか、それは人が出てきてね回れ右っていったところでつないでるんですけども、その出てくるまではねみんな背中にバッテリーを背負ってライトを背負ってるんですよね。後ろの兵隊さんを当ててるライトを。だからそれは回れ右するとそれみんな見えますから、その瞬間的に全部カットしてライトを外してね、それでバッテリーはそのままなんですけども、だからそこでカットがかかってますから、みんなの気持ちとしては全くワンシーンワンカットでいってるんですね。16分か17分か。あれ1回であそこまでいけるから、非常にいい状態の時にパシッとそれを捕まえられるんだと思うんですよね。それは僕だけじゃなくてスタッフみんながそれを心得てるから、そこに向かって一点に向かってみんな集中してその仕事に集中できるっていう、それが黒沢さんの現場の素晴らしさなんですよね。だからそのシーンが撮れるとみんな嬉しくてみんな拍手をしたりね。ですからあれは黒沢さんの中では非常にうまくいったなっていう思いを持ってくれたと思うんですけどね、シーンワンシーンワンカットで。僕が学んだことは、撮影する時にやっぱり編集というものが非常に頭の中に入ってるんだろうなっていう、これをこういうふうにつないでこういうふうにやるっていうことを自分の頭の中で非常に大きな道筋というか、それができてるんでね、これは1回で済むんだろうなと思うんですよ。だからよく撮影の時に ABC と3台ぐらいカメラがありますよね。で僕は AOK ですか BOK ですか COK ですかっていう、それで3台 OK だったら OK って言うんだけど、例えばシーンがダメな時に
これは使わないからいいよっていうふうにおっしゃるっていうことは、それはもうそれは使わなくてもきちんと自分の中で絵が組み立ってるっていうことだと思うんですよね。で黒澤さんはもちろんゴッホの絵はね大好きでしょうし、ルノワーとか絵はねほとんど好きなんでしょうけども、ゴッホの手紙っていう本があるんですよね。手に当てた手紙、そういう本はお好きでしたね。黒澤さんも黒澤さんの奥さんもお好きだっていう話は黒澤さんが話されてましたけどね。ゴッホの手紙っていう、だからもちろん絵については黒澤さんはね本当にそういう深い知識もあるし技術もあるから、展示会があって絵が随分並んでますよね。あれ一応模写を頼んだんですけども、その後やっぱり黒澤さんは一つ一つ丁寧にまた手を入れてましたね、一個一個。助監督の田中君がいるんですけども、彼が先乗りしてって向こう北海道の人たちにカラスを集めてもらって、それをゲージに入れて両サイドに止めておいて、でカラスの嫌いな音楽っていうのを両サイドから出して、できるだけ画面の中に入ってくるように、でそれに足してるんですよね、 CG で少しカラスを。だからそういう準備というか、それがやっぱり一番大変だと思いますね。僕たちはね特撮というかそういう感じは全くないですね。やっぱり実写に非常に近いものですよ。自話の中でね、例えば少年が虹の方に歩いていくとか、それとか赤富士とかの富士山とか、日本人が持ってるイメージの富士山っていうのがね、なかなかつかみにくいんですよね。上がってきたものはこれは富士山じゃないんだろうみたいな。やっぱり日本人にとっては非常に霊峰じゃないけども、富士山自体はね非常になんていうの心の中にあるものだから、その形がねどうもうまくいかないということはありましたね。スタッフも見てこれ富士山っていうそういうのは確かにそうかもしれないですけど、他はほとんど実写ですよ。スモークを流すも何にも現場きちんとそのまま作らないとダメっていうところありますから、例えば赤富士なんかでね放射能に色をつけてスモークが流れたりしますね。あれも全部そのままやってるわけですよ現場で。だからもう本当にこれはうまくいくかうまくいかないかも本当にハラハラドキドキですよ。風の調子もありね、いろいろあるわけですから、色がきちんと分かれて流れるかどうか、風の方向によってカメラの方に来たらもうどうにもならないでしょうし、そういう点ではほとんど実写だと思っていいと思うんです、これはね。私たちはできるだけ昔のように自然な暮らし方をしたいと思っているんだ。近頃の人間は自分たちも自然の一部だということを忘れている。自然は手の人間なのに、その自然を乱暴にいじくり回す。黒澤さんはどうしてもこの映画の中で伝えたいメッセージというのはいっぱい持ちすぎるぐらい持ってたと思うんですよね。だから説明的だっていう人もいるかもしれないけども、やっぱりこれは黒澤さんはどうしても言いたいことを話してるんだから、僕らはそれに研究力を耳を傾けることが大事だろうなというふうには思うんですけどね。一緒の時間を過ごしたっていう喜びはあります。だから自分でどうのこうのっていうのに自分の中を空っぽにしてた方がね、何にもない方が黒澤さんのものを受け入れられるっていうことがあるから、できるだけ巨神というか自分というものをスポッとなくして黒澤さんの仕事をきちんと受け止められれば一番いいんだろうなと思うんですよ。黒澤さん非常に理屈で説明する人じゃないですよね。非常に直感的というか、だからそういうことがきちんと捕まるようにするためにはどうしたらいいのかなっていうことは助監督としてはね大事なことなんだけれども、いろいろ教えてくれるけれども
受け止める器が小さいですから自分の全部こぼれてっちゃうんじゃないかと思うんですよね。ただ一生懸命自分ではね受け取れるつもりで頑張ってるんですけども、だから受け止められたものでやっぱり自分はこう勝負していかなくちゃならないだろうなと思うんですけども、それは僕だけじゃなくてスタッフ全員がそれは感じてることだと思うんですけどね。土佐さんから教わったり影響を受けたりすることは本当に多いと思うんですけども、それを自分の中でどれだけこうきちんと受け止められるかっていうのはその人の器量にもよるでしょうし、その人の器にもよるでしょうから、だから自分でできるだけの中で一生懸命それを受け止めるっていうことだと思うんですよね。